悪魔ロックスがリンリンとカイドウを撃破。ガープとロジャーが手を組んだ本当の理由。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1164話速報が公開されました。タイトルは悪魔ロックスです。物語は前回からの続き。完全に悪魔化する前にロックスは抵抗を試みていた。彼はデイビー・ジョーンズこそが先代の世界の王だと考えていた。もしそれが真実ならイムは間違いなく簒奪者だ。ロックスはイムに言った。デイビー・ジョーンズこそが真の世界の王であり、いつか誰かがデイビーの意志を継ぐだろうと。そして彼はイムに尋ねた。より恐れているのはジョイボーイか、それともデイビー・ジョーンズか。前の話でロックスが言及した約束と合わせると物語はますます人を引き込む。最終的にロックスは完全に悪魔の力にコントロールされ悪魔と化した。悪魔化したロックスは同時にカイドウ、リンリン、ニューゲートに攻撃を仕掛けた。彼はカイドウを丘に激しく叩きつけ、リンリンを一足で蹴り飛ばし、ニューゲートに銃を与えた。ニューゲートとロックスの戦闘は狂気じみており、ゴッドバレーの一部さえ激戦の中で崩壊した。以前ネット上で流布していた同人イラストのシーンがついに原作で証明された。ただ殴られる対象がリンリンとカイドウに変わっただけだ。一方、ロックス海賊団の内部でも混戦が勃発し、シキはガンズイを圧倒して全ての財宝を奪い去った。ジョンは重傷を負ったが幸いにも生き延び、ガンズイが敗戦したか死亡したかはまだ不確定だが、情報提供者によると彼の傷は極めて重いという。バーソロミュークマはニキュニキュの実の能力を使ってエリスとティーチを救い出し、彼らをテレポートさせた。バーソロミュークマはさすが永遠の神、彼の解放の手はすでに無数の人々の運命を変え、デイビー一族もこれによって存続することができた。イムは悪魔ロックスに島のすべての人を殺すよう命じた。一方、ロックスはガープとロジャーに自分を終わらせてくれるよう懇願した。これにより、ガープとロジャーが手を組んでロックスと対決する決戦が正式に始まった。私が以前予測した通り、ゴッドバレーは最終決戦を迎えようとしており、イムとデイビー一族の秘密は依然として深まり続けている。誰も気づかなかったのだろうか。ガープは何度も死罪に値する罪を犯し、イムに直接手を下したことさえあった。しかし、なぜ彼は海軍に無事でいられるのか。イムもまたガープを処刑しようとは一度も考えたことがなかった。ワンピースの最新話で6人の伝説的な戦力がイムを共同で包囲攻撃し、海軍のガープもその中に加わっていた。彼は覇気をまとった拳を直接神の顔に叩きつけ、後に蜂の巣を破壊したげんこつ衝突を使用した。世界を支配するイムを知らなかったといえばまだ理解できるかもしれないが、イム傘下の五老星には会ったことがあるはずだ。当時、海軍もガープにその怪物がサターン星であることを注意したが、ガープの目には指導者への畏敬の念はなく、戦闘への渇望しかなかった。そのため、サターン星の顔にあるあの傷跡は、ゴッドバレーでガープの強烈な一撃によって残された可能性が高い。この出来事は五老星から見れば無本同然であったが、イムは事後にガープを追求しなかったばかりか、ロックスを打ち破った功績を全て彼に帰した。それだけではない。日常的にガープは天龍人を公然と罵り、その息子と孫も天龍人に手を出したことがある。一人は世界政府に反抗する革命軍のリーダーとなり、もう一人はヨンスベロギになった。祖父、父、この三代の関係は新世界では誰もが知るところだ。理屈から言えば、これらの事柄はどれか一つを取り上げるだけで、ガープを死罪にするには十分だ。しかし、海軍は彼に何の処罰も下さなかっただけでなく、逆に総帥コングは何度も彼を昇進させようとした。現在最も合理的な説明は、ガープの存在は弊害をはるかに上回る利点があり、イムが海賊を威圧するためにこのような戦力を残しておく必要があるということだ。さらに、ゴッドバレー事件では、海軍の精神的支柱となる英雄を祭り上げる必要もあった。さらに、イムは800年生きており、不老不死の者にとって、世の強者たちは川を渡る船のように数多く、取るに足らない存在に過ぎない。寿命が100年にも満たないガープごときに、彼女がいちいち気にかけるだろうか。自身の支配を脅かさず、歴史の真相に触れない限り、イムはガープやヨンスベロギなどの行動を全く意に介さないだろう。彼女は常に自身以外の人間をありのように見なしている。かつてロックスが花の間に侵入した際も、イムは最初、その場で彼を殺さなかった。ロックスが知る真相がますます多くなるにつれて、彼女は自ら手を下すことを選んだのだ。
したがってこの世界がイムの手に掌握されている限り、他の者がどれだけ騒ごうと彼女は気にも留めないのである。認めるか認めないかにかかわらず、現在のギア5のルフィではまだ赤犬の相手にはならない。たとえ両者が4対6の戦いになったとしても、それはすでに2課の実に十分な面子を与えた結果だろう。海賊の中で最も輝かしい戦績を持つのがロックスだとすれば、海軍で最も確かな戦績を誇るのは間違いなく赤犬だ。たとえ小田栄一郎が彼に50億の懸賞金をつけたとしても、それに何の水増しもなく、彼は完全にその価値がある。現在のトップレベルにいる赤犬にルフィが何をもって勝てるのか、私には到底思いつかない。数百年間、新世界で唯一敗北を知らないのが彼であり、彼は全ての頂上決戦のハイレベルな戦いにおいて常に上昇記録を維持している。赤犬は新世界最強の単体ダメージを誇るマグマグの実の能力者であり、その一撃一撃がクリティカルヒットだ。メイグに撃たれた者は死ぬか重傷を負うかで、これまで彼の一撃を食らって無事でいられた者はいない。ジンベエは体力ゲージを一瞬で空にされ、下剣のエースはその場で命を落とし、白ひげは頭の半分を吹き飛ばされ、バーソロミュークマは右顔を失い、青生地は左足を失った。1対10の状況でさえ、彼は白ひげ海賊団のクリエルを返り討ちにすることができた。現在までに赤犬の手から5体満足で逃れた者は誰もおらず、彼と戦った者はみんな軽傷であれば身体に欠損を残し、重傷であればその場で命を落としている。ルフィは全力を出していないキサルと連戦で消耗しきっていた街道に勝ったに過ぎず、その多くは運に頼ったものだ。ギア5は現在大将やヨンスベロギに対して圧倒的な優位性を示しておらず、少なくとも現段階ではそうだ。それに、たとえルフィが2課形態に覚醒したとしても、高温や刃物で傷つくという致命的な弱点は依然として存在する。赤犬の拳はどれも1000度を超える灼熱のマグマをまとっており、ルフィのゴムの体では到底防ぎきれない。ましてや、彼の2課形態は不安定で、持続時間も短く、わずか10分程度しか維持できない。その後は体力を使い果たし、老衰して動けなくなる。一方、赤犬はかつて青生地と10日10番にわたって激闘を繰り広げた。ルフィのこのわずか10分間の2課形態では、彼を倒すには全く不十分だ。赤犬は殺伐として決断力があり、絶対的正義を信奉し、海賊を心の底から憎んでいる。彼は決して手加減せず、相手を完全に打ち負かすか、戦闘不能にするまで、絶対に攻撃をやめない。彼はキサルのようにとどめを刺せる状況でわざわざ敵に食事を差し入れるようなこともしないし、街道のように武士道を重んじて相手に行き着く暇を与えることもしない。したがって現在のルフィにはまだエースのアダを打つ実力はなく、希望を見出すためには自分自身をさらに向上させなければならない。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。